皆さんこんにちは。私が今どこを運転しているかわかりますか？ヒントは皆さんのとてもよく知っている山です。富士山です。富士山の紅葉が綺麗かなと思って来てみました。どうでしょう？綺麗ですか？この日は10月31日でした。看板に1合目と書いてありました。1合目というのは富士山の登山道を10個に分けた時の1つ目の場所です。つまり一番下ということですね。と言ってもここは車の道なのでここから登る人はいません。富士山に登るときは普通は5合目から登ります。車で5合目まで行けるので今日は5合目まで一緒に行ってみましょう。観光バスと何回もすれ違いました。紅葉が綺麗ですね。富士山の登山シーズンは7月14日から9月10日までです。その間はこの道は個人の車は入れません。富士山に登るときはバスなどで5合目に行きます。私は7年前に富士山に登りました。その時の話をこちらの動画でしているので、よかったら見てみてください。これは徐行と読みます。ゆっくり行くという意味です。2合目の看板が見えてきました。1596メートルと書いてありますね。綺麗な青い空ですね。3合目です。1786メートルと書いてあります。ここの色は綺麗ですね。ここは4合目の駐車場なんですが、バスや車がたくさん止まっていますね。入れてくれませんね。止まらないで進んでくださいと合図してますね。4合目の看板が見えてきました。2045メートルって書いてあります。しばらく行ったら、なんと道端に雪がありました。私はそれを見て急に心配になりました。何かあるとすぐ心配する人のことを心配性と言うんですが、私は心配性なんです。富士山の斜面が見えていますね。綺麗ですが、多分私はこの時この景色を見ていなくて、道が凍っててスリップしたらどうしようとそればかり心配していました。まあ心配しながらも無事5合目の駐車場に着きました。このお土産屋さんなどの建物がいくつもあるここが5合目です。駐車場に車を止めます。
結構たくさん人がいました。ここはすごく観光地っぽくなっているので、富士山のイメージからは少しずれるかもしれませんね。おはようございます。おはようございます。どうですかね、お姉ちゃん、馬。ごめんなさい、馬怖いから。お姉ちゃんね、はいお魚引いてくる。でも両手で捕まってないと落ちます。大丈夫。大丈夫。行こうよ、お姉ちゃん。ちょっとお魚、はい。お魚、説明しながら行く。あ、説明してくれるんですか。うんあ、じゃあ行こうかな。ね、行こうかな。 2000コース。 2000円。今払ってますか。はい。はい。本当に片手で乗れるのかな。大丈夫です。大丈夫。乗ったことないんですけど。みんなここ行めっちって初めて。ゃ怖い。大丈夫。大丈夫ですか。もうこの階段から簡単に乗ってね。はい。とうとう馬に乗ってしまいました。今から行く道は普通に登山するときに行く道です。こんにちは。雪が積もってますね。これは私にとっての初雪でした。その年初めての雪のことを初雪と言います。馬は乗っててやっぱりちょっと怖かったです。すぐ何かを怖がる人のことを怖がりと言います。私は心配性な上怖がりなので、馬から落ちたらどうしようと心配していました。景色を楽しんでいる余裕がありませんでした。馬で来れるのはここまでですね。晴れていれば景色がいいんですが、この日は何も見えませんでした。滝から大丈夫です。滝からってしまって。帰り道です。Before we continue, let me tell you about my course. Ever wish to master perfect Japanese pronunciation and adopt a native accent? Well, we've got just the course for you. Japanese phonetics with Umi. In this course, we explore Japanese pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation through engaging video lessons. This course is designed for those who can read hiragana and katakana, as we don't use Romaji because Romaji interferes with your pronunciation. While beginners are welcome, having some prior Japanese knowledge can be helpful, especially when it comes to understanding pitch accents related to conjugations. But please don't worry, it's not too advanced for beginners and not too basic for advanced learners. And you can ask questions anytime on the forum page. You can also receive feedback by uploading your audio to the forum. The link is in the video description. Don't miss out on this opportunity to improve how you sound when speaking in Japanese. Join us today. 15分は短いかと思いましたが、長かったです。馬を引く人も馬も大変だったと思います。ありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございます。同じ道をもう少し先まで歩いてみることにしました。看板に泉ヶ滝というところから山頂までは閉まってますと書いてあります。危険だからですね。とりあえず行けるところまで行ってみます。ここまでさっき馬で来ました。こんにちは。この先は行かない。 Тамчаа сайхноо ийшээ жоохон манай ихтэй тэгээ буцчихвэн дээ. Did you say Mongolia? Mongolia. I see. You're from Mongolia.
男の人が何て言ったかわかる人がいたら教えてください。モンゴル語だと思うんですが、最初日本語みたいな音に聞こえました。それなのに何を言ってるか全然わからなくて不思議な気分でした。道の向こうが見えないのって怖くないですか？だんだん迷ったらどうしようって心配になってきたので、ここで帰ることにしました。一本道なので迷うわけはないんですが、心配性なので。でも街中にいたら見られないような風景が見られてよかったです。しばらく歩いていたら馬に乗っている人たちが見えました。なんだか幻想的な風景でした。5合目の神社に行ってみました。この並んでいる人たちは写真を撮るために並んでたんですね。ここはお土産屋さんですね。富士山の帽子や富士山のお酒、富士山のお箸、富士山のカップ、富士山のお菓子などなど、いろいろな富士山グッズが売っていました。富士山を降りてから帰りにちょっと特殊な形をした洞窟に寄りました。あちらの建物で入場料を払います。洞窟の入り口はこの神社の中にあります。人の体内のような形をしているので、体内樹形と呼ばれるところです。とても狭くて頭を何度もぶつけました。ヘルメットを絶対かぶった方がいいです。入り口を入ってすぐに手前の細いところに降りていきます。距離は20メートルほどなんですが、狭いのでとても動きにくかったです。四つん這いで進む感じです。で、こういうところに頭を何度もぶつけたので、行く方はヘルメット絶対かぶった方がいいです。先ほどの場所が一番狭くて、この辺りは立って進むことができました。この看板が何箇所もありました。滑るから注意してくださいということですね。出口にもありました。外に出たら明るくてほっとしました。はい、
では今日の動画はここまでです。富士山は下の方は紅葉なのに5合目はもう雪で全然違う風景が楽しめました。皆さんもこの動画を楽しんでくれたなら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。富士山に行く道の途中で50キロで走ると富士山の曲が流れる道がありました。聞いてください。歌へのリンクを概要欄に貼っておきます。